じゃあ結果押しますか。はい、皆さんこんにちは。サーディーの河野玄斗です。スターディーのルークです。今日は性格診断で河野玄斗を丸裸にしよう。おー、性格ね。気になりますよね。いや、気になるのかな。テストに受かりまくる人の頭の中ってやっぱり気になるじゃないですか。そういうことね。勉強以外の要素でもしかしたらテストに受かるっていうのがあるんじゃないかなっていうので、今回はやってみようということで。テストに受かる人の性格みたいな。そうです。あんのかなわかんないけど。ちなみに今回やるのは MBTI というテストです。はいはい聞いたことありますか？はい。いや、有名よね。有名。16個に分かれるやつでしょ。その中で特に職人、理工者、理想家、理論家っていうのに大きく分かれるみたいなんです。4つに分けると絶対理論家じゃない。それはさすがに理論家以外考えられないけどね。実際やってみてもらって恐ろしいほど当たるということらしいので、ちょっと期待したいですね。恐ろしいほど当たるのか。普段はね信用してないけど、自分は理論家だと思うけど、どう診断されるかちょっと楽しみだね。早速やっていこうと思います。それでは MBTI 受けていきます。無料性格診断テスト12分以内で終わらせましょう。で、正直に答えましょう。できるだけ中立の答えは避けましょう。じゃあ1問目から。他人に自己紹介するのが苦手だと感じる。それは自己紹介別に難しくはないかな。同意しない。自分の考えに夢中になって周囲のことを無視したり忘れることがよくある。これはね結構あるね。目の前の勉強に集中してもうこんな時間かっていうのはありますね。受信箱がごちゃごちゃするのが我慢できず、もうこの時点で違うんだけど、できるだけ早く E メールに返答しようとする。そんなわけないね。同意しない。はい。プレッシャーがある時でも常にリラックスし集中できる。プレッシャーはあんまり苦手ではないかな。試験とかも結構楽しめるタイプですね。通常自分から話を始めることはない。話振る側かな。全くの好奇心から何かを始めるということはめったにない。逆に好奇心でしか動かないからな。いい調子かな。このまま他人よりも自分が優れていると感じる。このね多分ね性格診断のテストは自分でやるもんだから、これをね同意する。はい。あんま見られながらね答えるのも違うような気がするけどね、ちゃんと結果残してますからね。誰も腹を立てないようにすることの方が議論で勝つよりも大切である。議論で勝とうとはしないかな。下がりだろって思われてるかもしれないけど、そんな自分ではねそうは思わないですね。他人に自分自身を正当化しなければならないかのように感じることがよくある。割と自分自身の正当化はしてますかね。例えば夏休みの宿題とかやらないことの正当化は無駄にうまいんですよ。締め切り効果っていうのがあって、夏休みが終わる直前期で締め切りを感じる時にガーッと集中できるから、それをあえて利用するために最終日まで手をつけませんみたいな適当なね理由で正当化するのはよくありますね。自宅および仕事場の環境はかなり整理されている。いや混沌としてます。はい、今汚いです。では続いて、誰かを相手に腹が立つということはめったにない。割と腹は立たないかな。逆に腹が立ちそうになったらその場から立ち去るみたいな感じかもしれない。その結果うまくアンガーマネジメントはできてるかな。他人の感情に共感することは難しいと感じることがよくある。共感の定義によるな。今のはもう理論家っぽいけど、理解はできる。心の底から自分も同じ気持ちになるかって言われると違うから、この共感を理解と取るか自分も同じ気持ちになるかによるんだよな。難しいと感じることがよくあるんだから同意するかな。討論において人の感受性よりも真実の方がより重要である。これはそうかな。筋が通ってなかったらそれ感情論じゃんって思っちゃうかもしれないですね。同意する。面白い本やビデオゲームの方がソーシャルイベントよりも良いと感じることがよくある。面白い本に教科書を入れるのであればよくあるかもしれない。じゃあ同意するでいいや。幻想やアイデアに没頭して我を忘れることはめったにない。そんなことないですね。我を忘れますね。自然の中を歩いている時に自分の施策に没頭してしまうことがよくある。ここら辺没頭系か。没頭してしまうことはよくあります。数学の問題とか考えて、あれと解くのかな、こうやって解くのかなとか思いながら気づいたら15分ぐらい歩いて学校に着いてたとかもよくありましたから。親として自分の子供が頭のいい子であるよりも優しい子に育ってほしいと思う。うわー、どっちも大事だよな。これは優越つけがたい。頭のいいっていうのは後天的に
いくらでも身につけられるって考えた時に、とりあえず優しい子に育っておいてくれれば後々どうにでもなるような気がするんですよね。同意するかな。友達が何かに悲しんでいる場合、問題対処の方法を提案するよりも情緒的なサポートをすることの方が多い。場合によるな。情緒的なサポートをした結果問題対処につながる場合っていうのは、これはどっちも兼ねてるわけですよ。だからこれは二元的に捉えてる時点でちょっと問題が良くないですね。これは無回答、真ん中の感じですね。みんなの意見は事実の裏付けがあるかどうかに限らず尊重されるべきであると考える。尊重されるべきではあるけど採用されるかはまた話は別だよねっていう感じ。表現の自由っていう意味では尊重はされていいんじゃないでしょうか。ブレインストーミングですよね。次、これが最後の 10%。部屋がいっぱいの場合、真ん中を避けて壁に近いところにいる傾向がある。僕はどっちかっていうと歩き回るタイプなんですよね。何かを行うときは時間がギリギリになるまで物事を先送りにする傾向がある。すいませんが同意しますね。これもまた正当化自分の中で しちゃうんですけど良くないですね。ストレスのある状況では非常に不安を感じる。不安を感じる状態をストレスのある状況って言うんじゃないのかな。まあいいや。でもどっちかっていうと不安のマネジメントはできる方だから質問の意図を汲み取れば同意しないかな。ソーシャルな状況でイニシアチブを取ることがよくある。みんなもこだわりなさそうだし適当に決めるかみたいな時は僕がじゃあ決めちゃうわって感じでイニシアチブを取るっていう意味ではほんのちょっと同意するって感じですかね。ということでこれで結果を押したら出るのかな。じゃあ結果見ていきます。広報運動家 ENFPA ですね。意識が外交型。外交型じゃないから合ってるか。エネルギーは直感型と現実型。直感優位なのか。トントンにしても、それはどうだな、現実型な気がするけど、気質は、論理型と道理型で、道理型の方が僅差で上なんだ。そうなんですかね。戦術が探索型、計画型。確かに計画がズボラすぎて語られないっていうのは、だからそうかもしれない。アイデンティティは自己主張型と慎重型。確かに表向きに立つ方ではあるのかな。イニシアチブを取る側だから。なるほどね。広報運動家型の性格。あなたの職業には興味がない。知りたいのはあなたが何に憧れそれを叶えることを夢見ているから。あなたの年齢には興味がない。知りたいのは愛や夢を手に入れるために人生という冒険のためにバカだと思われても構わないかどうかだ。ルフィみたいな感じですね。ワンピースの広報運動家型の人たちは真の自由な精神の持ち主です。これは合ってるかもな。どうなりたいっていうので自由になりたいって昔結構言ってたから、これはかなり合ってるような気がするな。広報運動家型の人たちは自立心が非常に強く、安全や安定よりも創造性や自由をはるかに求める。安定とかはあんまり求めないというか退屈になっちゃうかな。だからこれ読んでるとあの質問で答えたのがここに盛り込まれてるんだろうなみたいなのがあるよね。なんとなくね。誰もが時間をかけて自分の感情に気づき表現すべきってだと信じているって書いてあるんだよ、これはおそらくみんなの意見は尊重されるべきである、みたいなことを書いてて、表現の自由があるから尊重はするけどでも採用するかはまた別みたいな、そういう理屈で尊重はするっていうところを書いてて、多分ちょっと勘違いされて性格判断されてんのかもしれないなみたいなところはあるよね。ちょっと AI さんが読み切れなかった、読み切れないのかもしれないな。確かに自由を求めるとか結構合ってんなっていうのもありの、もうちょい論理的思考かなっていうところで外れてるような気もするよね。聞いてる感じちょっと深読みしすぎてるんじゃないかなっていうのは結構あったね。例えば、優しい子か頭のいい子かどっちがいいですかみたいなところとか、頭が良くなるのは後天的にもいけるからみたいなところで、結局は優しい方がみたいな感じで選んだんだっけ、そうじゃん。そうね。理屈で考えたらそうじゃねそうね、けどもっと瞬間でパンって考えた時に出る答えとはちょっと変わってくるみたいな、二者択一じゃないか。そうそうそう。AI も読めなかったかこの複雑な理論についてこれなかったってことか。じゃあ分かった。今度は深読みせずに問題の意図を汲み取って答えるわ。いや A も B も兼ねてるみたいな、それはね自分の中でぐっとこらえて、これをもっと聞きたいんだろうなっていうのは汲み取って答えてみようと思います。お願いします。はい、ということで2回目解きました。今回は
深読みせずパパパッと解いたので本当の性格がわかるんじゃないでしょうか。じゃあいきます。おーい、起業家タイプ。ESTPA ですね。これが本当の性格。悪くはないけどね。詳しく見ていきましょう。外交型 90%、めっちゃ外交的。エネルギー、現実型 66%、そうだね。直感よりか現実。気質、論理型 74%、そうね。戦術、探索型 63%、計画というのがちょっと苦手なのね。アイデンティティ、自己主張型 86%。なるほど。自己主張強いのか。起業家型の性格。人生は危険に満ちた冒険か、もしくは無か。そのどちらかを選ぶ以外にはない。だからリスクを取りたいってことか。まあでもそれはね、わかるかもしれない。それこそ公認会計士受けるのも一つのリスクだし、残り時間短いって分かっていながら受けますってもう宣言して後に引けない状況を作ったっていうのも一つの危険に満ちた冒険と言ってしまえば同じそうかもしれないからね。率直で飾らないユーモアで人々を笑わせて楽しませ注目されるのが大好きです。合ってるかもしれないなんか高校時代結構クラスの中では中心にいるぐらい騒がしかった人だからそう起業家型の人たちにとっては他人の道徳基準よりも自分自身の道徳基準に従う方が理にかなっていて規則は破られるためにあります。こうした考えが高校教師や企業管理者から賛同されることはほとんどなく、その結果思わしくない評価を得る場合もあるのです。規則は破られるためにあるというか、筋が通ってないことをやらされた時に、いやなんで自分が納得できないんだけどとは思うよね。高校3年生になってセンター試験模試みたいなの受けさせられるみたいな、学校全体でなんでですかってめっちゃごねて1日時間もったいないじゃないですかみたいな。僕個人としては別にセンターレベルの模試は高校1年から受けてきて、なんか別にどうでもいいのよねなんか必要としてない。そう受けさせてもいいから模試代払ってってめっちゃ言って、先生はいや受けてよーみたいな、ただもうヘラヘラしてそれがめっちゃ腹立ったっていうのがある起業家の片鱗がねなのかな。情熱的でエネルギーに満ち溢れ分別があり時々取り乱すものがあるとしたらそれは精神です。人を元気づけ説得力があり華やかな人柄でその生まれ持ったグループリーダーの素質を生かして皆を型破りな道へと誘導しながら行く先々で活気と刺激を与えます。こうした気質を建設的で価値のある目標のために生かすこと、これが起業家型の人たちの真の課題です。あんまり腑に落ちないよねでもこれに関しては自分はあそこであれ答えたからかっていうのもあんま思わないんだよね。結構素直に答えたような気がする。だから自分の中にはいろんな自分がいるのか急に哲学になったけど、でも確かに外交型、現実型、論理型、探索型、自己主張型全部あってる。どっちって言われたら、ああそっち側絶対そうだろうなっていうのが妥当に出てて、確かに自分のエピソードとか思い浮かべると合ってる部分もあるからね。でも広報運動家も起業家もリスクを負って自らどんどん切り開いていって臨機応変に対応しながらやり通すみたいなところが共通してるのかな。でも実際とりあえず挑戦するって大事で、資格とかもよし受けるぞって思った時にその場に身を投じられるかっていうのは大事だし、計画とかも綿密に初めから計画を立ててじゃなくてとりあえず授業をこなしていく中でこれ意外と自分理解できるなできないなとかに合わせながら自分の勉強スタイルを微修正しつつ確立していくっていうところは近いのかもしれないね。確かに大事な要素はちょっとあるかもしれないなというのは感じましたね。これは果たして試験に受かる人の性格を表しているのでしょうかということで今回性格診断を受けてきましたが合ってるんですかねはいということで、今後もこういったね面白い動画たくさん撮っていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録高評価、そしてこういうねまた何かしら企画やってほしいよっていうのがあればコメントしてもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。